こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして最低賃金について解説をしたいと思います。近年、最低賃金が毎年上昇をしていく中で、中小企業の賃上げ、非常に苦労をしている。そして、人手不足関連倒産として賃上げ疲れによる倒産というのも増えてきているという状況になってきております。もちろんですね、最低賃金については守らなければいけない。地域別最低賃金遵守しなければ罰則の規制もあるという状況ではありますが、すべての人が同じように最低賃金を遵守しなければいけないのかというと、そういうわけではありません。最低賃金法においてですね、特例というのが認められております。最低賃金を下回ることができる、減額することができる特例許可について今回は解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは人手不足関連倒産の状況について見ていった上で、最低賃金の動向について確認をしたいと思います。そして今回解説をする最低賃金の特例許可の概要、そして許可の状況、詳細について見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずは人手不足関連倒産の状況について見ていきたいと思います。こちらのグラフは各年の8月を比較をしたものになります。2025年8月の人手不足関連倒産は22件ということで、前年同月比で 37.5% 増加をしているという状況になっております。そしてですね、このペースでいきますと、2024年人手不足関連倒産は全部で292件ありましたけれど、2025年は300件台がもうすでに視野に入ってきているという状況で、かなり深刻な状況になってきております。そして2025年8月、人手不足関連倒産22件ありましたけれど、その原因内訳について、求人難、従業員退職、人件費高騰、この3つで分けて見てみますと、人件費高騰による倒産というのが8月で比較をすると 2.7 倍になっている。8月としては過去最多という状況になっております。また、従業員退職による倒産というのも前年同月比で2倍になっていて、非常に深刻な状況になっています。このような状況でですね、以前は求人難による倒産、本当の人手不足による倒産というところでしたけれど、最近は従業員の退職による倒産、定着しない。そして人件費、最低賃金が上がっていく中で、賃上げ疲れによる倒産というのが徐々に目立ってきているという状況になっております。それではですね、2025年の最低賃金はどのような状況になっているのかと言いますと、全国加重平均、2024年初めて全国平均で1000円を超えたという状況ですが、さらに2025年は66円、過去最高の引き上げ額ということで、全国平均1121円という形になりまして、平均ベースではなく、すべての都道府県の最低賃金が1000円を超えたという状況になっております。そして最低賃金、通常10月に改定されるんですが、今回はかなり足並みが乱れておりまして、2025年の最低賃金なんですが、2026年になってから改定をするという都道府県も出てきているという状況になっております。そして、今回の加重平均1121円、過去最高ではありますけれど、まだまだ賃上げというのは続くと考えられております。なぜならば、2020年代に1500円に平均を持っていくという方針がありますので、最低賃金、あと残り4回改定がありますので、平均をすると94円、95円あたりの平均で引き上げなければいけないという状況なので、2025年は60円台引き上げでしたけれど、2026年には70円台の引き上げというのも視野に入ってくるかなというふうに考えております。
そんな中でどんどん厳しくなっていく賃金ですけれど、この最低賃金に関しては特例許可というのが認められております。この特例許可とはどういったものなのかですけれど、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合においてですけれど、特定の労働者については使用者が労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額が特例として認められているというものになってきます。この理由はですね、やはり最低賃金を一律に適用してしまうと逆に雇用機会を狭める恐れがあるためということですけれど、では、この雇用機会を狭める恐れのあるような特定の労働者とはどういった方なのかですけれど、基本的に列挙されている方のみになりますけれど、まずは精神または身体の障害により著しく労働能率の低い方、そして試みの使用期間中のもの、いわゆるですね、使用期間中の人と、そして職業能力開発促進法に基づく職業訓練を受ける一定の方、また、経緯な業務に従事する方、そして断続的労働に従事する方、この大きく4種類の方に関しては、最低賃金の特例許可の申請が認められているという状況になっております。ではですね、この特例許可、全体でどのくらいの方が申請をしているのかについて、許可申請の状況について見ていきたいと思います。こちらは2023年度の労働基準監督年報から持ってきたものですけれど、大きくですね、やはり一番多いのが精神または身体の障害により著しく能率の低い方、そして断続的労働に従事する方という形になっておりまして、その他の使用期間中の方、職業訓練を受ける方、経緯な業務に従事する方というのはもうほとんどいないという状況になっております。そしてですね、身体または精神の障害により著しく労働能率の低い方に関しては許可を受けているのが2500件ほど。また断続的労働に従事する方に関しては約9400件という形になっております。今回はですね、1番目の精神または身体の障害により著しく労働能率の低い方、そして断続的労働に従事する方に関しての許可について詳しく見ていきたいと思いますけれど、まずは精神または身体の障害により著しく労働能率の低い方ですけれど、ただですね、単純に障害がある方、ただの障害者雇用というわけではない。これでは許可の対象にならない。従事業務の遂行に直接的な影響を与えていることが明白であることという形になりますので、この直接的な影響を与えているその従事業務以外の場合では当然最低賃金が適用されるという形になってきます。また減額率はですね、比較対象労働者に対する労働能率の程度を勘案して、そこを上限として決めていくという形になってきています。またその他ですね、断続的労働に従事する方というのを認められておりまして、断続的労働とはどういう方かと言いますと、多いのはですね、役員運転手ですとか、ビルの管理人さんなどがそうですけれど、状態として作業が間欠的に行われる。いわゆる、実作業と手待ち時間が繰り返されるといった労働形態の方、なおかつですね、手待ち時間が実作業を上回る方の未許可の対象となります。ちなみにですね、この断続的労働に従事する方というのは、その他にも労働時間、休憩及び休日に関する規定の除外対象にもなります。ただしですね、その除外対象とするためには許可が必要なので注意が必要です。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、減額特例の許可に関しましては、所定の様式、申請2通必要ですので、2通作成をして、労働基準監督署に提出をしてください。そして、許可申請にあたってはですね、やはり減額率出す必要がありますので、減額率算定表というのも合わせて出す必要があります。作業内容ですとか、比較対象労働者の選定をする必要があり、それに基づいて算定するという形になりますので、きちんと算定をしてください。そしてですね、最低賃金、やはり下回ってしまいますので、最低賃金下回らないように、賃金の引き上げに向けてですね、助成金等を活用してもらって、原資の捻出にも努めてほしいと思います。この、
特例許可に関しましては、労働者の能力または業務の特殊性から特例で認められているものになりますので、決してですね、経済的な虐待、賃金の不当な引き下げといった形にならないように注意をしてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。